今回は金消しに色付け動画シリーズ湯治物レギュラーサイズパート13悪魔将軍 B をペイントします。黄金のマスク編で見せたコード10ダイヤモンドパワーです。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。レギュラーサイズ金消しパート13のカプセルに同梱されていたブックレットです。金消しは1983年から1987年にレギュラー版と言われる全30弾が順次発売されました。バンダイ発売の正規品レギュラーシリーズで418種類がラインナップ。このパートは今回の悪魔将軍の他には金銀のマスクがハイライト、ノコギラーマンや頭髪のないバッファローマンなどちょっとマニアックでも魅力的なキャラもラインナップの金消し弾でした。まずは塗装前の状態です。40年超の経年劣化、汚れはありました。致命的な損傷はないものの頭部の角は少し削れていました。ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。湯治物のレギュラーサイズ、高さは約4センチです。塗装後のレビューを先に、彩色は初代のアニメカラー、登場シーンを参考に配色をしました。改めて見直すと、全面クリスタルカラーと思いきや、フェイスや胸のマークなど微妙な色分けになっていました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。レンジン漬け込みを一晩から2日して、破素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずパレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っている明るいライトな部類に入るフレッシュカラーです。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。全面に模型用の平筆で一気に塗るので 2,3 分あれば下地はできてしまいます。塗料は水性アクリルのパレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー、目に塗りました。結果的にはこれがアクセントカラーになっています。胸のマークにまず水色。モデルカラーのアンドレアブルーです。少し濃い色味の水色です。マスクから覗く頭髪にライトなイエローです。モデルカラーのアイスイエロー。黄色系塗料は隠蔽力には不安がありますが、この程度の面積であれば問題なし。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。続いてまた胸のマーク、そしてパンツ部分に今度はライトな紺色、ゲームカラーのエルフィックブルーを使いました。ここも下地が走行してうまく色は乗っていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装しました。色分けは結構細かいので極細筆を随所に使っています。マスクには明るいグレーです。これがアニメ版悪魔将軍の本来のメインカラー。モデルカラーのライトグレーを使いました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。そして今回のメインカラーであるメタリック塗料です。下出るカラーのベース、グレイナイトスティールです。少し青みのあるシルバー塗料です。隠蔽力は強めのカラーですが、これだけの面積はやはり難しい。塗っている間に乾いた箇所を上塗りしていくように重ねて徐々に色をのせました。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。
広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。消しゴムフィギュアの塗装では最初に行っている過素材抜きの工程が重要です。軟質のフィギュアにするために入っている過素材は厄介者で、そのまま塗装すると塗料の定着が悪かったり、事後に滲み出てきてテカリやベタつきの原因になってしまいます。当時物、復刻版、2010年代以降の新造形の金消しどれも使われている過素材は時代とともに変わっても、その抜き出し方は同じこのベンジンで問題なく今のところはやれています。悪魔将軍は天上界出身の超人、かつてパーフェクトオリジンとして最初に認められたパーフェクトファーストの称号保持者、ゴールドマンが自らの理想のもとに悪魔超人を育て魔界に君臨した姿です。体の高度を自由に変えることができ、最大高度10を超えるローンズデイライトパワーも実現します。悪魔6騎士を取りまとめるドンとして登場。当時はバッファローマン、筋肉マンと激闘を繰り広げました。今回の仕様は高度10、高度 4.5 の筋肉マンの肉のカーテン、高度9のサファイアのロビンマスクの鎧を上回るダイヤモンドパワー発動形態で、両腕にはダイヤモンドソードなる剣を持っています。目の周りに白を上塗りです。モデルカラーのホワイトグレーを使いました。ディティールなので丁寧に。最後は全体が一旦完全乾燥した後、液体塗料で仕上げです。シタデルカラーのシェード、ナルンオイルです。メタリックカラーの上に染め塗りするようにのせました。ディティールに流れ込み、陰影が出て質感が高まりました。かかった時間は約30分の塗装でした。フォローで入れるシタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は筋肉マン、金消し塗装、当時物レギュラーサイズ、パート13のシリーズの悪魔将軍、ダイヤモンドパワーを初代アニメカラーで水性アクリル塗料にてペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。